今回作るお菓子はチーズスフレです。スフレ特有のふわふわシュワシュワな最高な食感、卵の風味とチーズ、レモンの爽やかな香り、この絶妙なバランス。日本発祥のジャパニーズチーズケーキでは作りましょう。まず卵黄と卵白を分けます。この時卵白のボウルに卵黄が入らないようにしましょう。入ってしまうと卵黄の油分で卵白が泡立たなくなります。また道具が汚れていたりホイッパーに油が付着している場合も泡立たないので注意です。なので道具を使う前に必ずチェックをしましょう。粉類はよく合わせてからふるっておきます。今回粉は2種類をブレンドしました。コーンスターチはない方は薄力粉でも代用可能ですが、コーンスターチを入れることにより食感を柔らかくし、口当たりを軽くすることができるので入れることをお勧めします。クリームチーズは必ず常温に戻しておいてください。だいたい30分から1時間ぐらいやれば常温に戻ると思います。もし戻し忘れた方いらっしゃいましたら、レンジで5秒から10秒かけると滑らかな状態になります。冷たいまま作業してしまうと他の材料と混ぜた時にダマになってしまうので、必ず滑らかな状態、常温に戻すことがポイントです。そこに卵黄を一気に入れて混ぜていきます。ここは混ざったら OK です。しっかり混ぜていてクリームチーズのダマが消えない、そんな方がいたらここで一度こしてください。クリームチーズの種類、あとはクリームチーズが冷たかったりするとここでダマになってしまいます。なので一度網などでこしてください。そうすることによって焼き色がきれいにつくのと、食べた時の口当たりが滑らかになります。そして牛乳とレモン汁を入れて混ぜていきます。混ざったら OK です。続いて事前にふるっておいた粉類を入れて混ぜていきます。粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきます。ではメレンゲを立てていきます。グラニュー糖を一気に入れていきます。グラニュー糖は最初に一気に入れると失敗しづらいので、初心者の方はこの立て方をお勧めしています。ただグラニュー糖って数回に分けて入れた方がいいんじゃないのっていうね、疑問を持つ方もいると思います。そうなんです。グラニュー糖を数回に分けた方がメレンゲに空気が入りやすくなり、早く泡立つことと、よりふわふわなしっかりめのメレンゲが立つ特徴があります。しかしタイミングの見極めが難しかったり、人によってタイミングが違うことがあるので、誰でも同じ状況にしたいので、僕はこの方法をとって教えています。はい、長めに飾っている間にメレンゲが立ちました。ホイッパーですくってみて、タレぐらいですね。これがベストです。そしたら仕上げとしてメレンゲのキメを整えていきます。一番低速にして1分ぐらい回していきましょう。そしたら一すくいのメレンゲを卵黄ベースに入れて一度混ぜていきます。ここはしっかりメレンゲがなくなるまで混ぜていきましょう。しっかりとメレンゲの筋がなくなるまで混ぜたら、メレンゲのボウルに戻していきます。そしたら最初はホイッパーで混ぜていきます。ホイッパーだと早く混ざるのでおすすめです。ある程度混ざったらゴムベラに持ち替えて仕上げに混ぜていきます。ここは混ぜすぎとかはないのでしっかりよく混ぜてください。そうすることによって失敗しづらいです。続いてクッキングシートを敷いた型に生地を流していきます。ポイントとして型より少しはみ出るぐらいのクッキングシートを用意しましょう。生地が膨らみすぎた場合、生地を押さえてくれます。流したら生地を整えるためで竹串などでぐるぐると 1,2 周させます。こうすることによって焼き色がきれいになります。仕上げに上からトントンと食を与えます。そしたら湯煎焼きをしていきます。湯煎の温度は水道水のお湯で大丈夫です。バットなど高さのあるものに流すといいです。ない方はそのままでもいいですが、ある程度お湯の量を多くしてください。予熱したオーブンで焼いていきます。最初は焼き色がつくまで高温で焼いていきます。
焼き色がついたら温度を落としてじっくりと長めに焼いていきます。焼きたてスフレはふわふわで一気にペロッと食べれちゃうくらい軽い食感。口に入れた瞬間、シュワシュワと溶けていくような感じです。スフレチーズケーキはメレンゲの状態やオーブンの温度で焼き上がりの表面が割れてしまったりしやすいのが難点です。でもこの通り作れば割りづらく、そして味はとても絶品なので、ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ応援のほどよろしくお願いします。